自分の中で特に好きなキャラを10体紹介します。ただいきなり10体紹介してもあっけなく終わるので、普通に好きなキャラも織り交ぜて紹介していきます。特に好きなキャラは編成画面に組み込んでいきますので分かるようになっています。好きなキャラ、何をもって好きかというのは人それぞれ違うと思います。見た目が好きとか、強さが好きとか、このキャラのおかげでステージ勝てたから好きとか、最初に手に入れたキャラで思い入れがあるからとか、そんないろいろな好きの理由を私なりに語っていきます。では説明は以上です。早速いきましょう。ちびあんこく猫、エクセルの3枠縛りで使い始めたのがきっかけ。今となっては大役までたまに遊んで使ったり、見た目の可愛さと強さが好きですね。ちび猫ライオン、波動、烈波向こうでにゃんこ島で活躍し始めてから、お、強いじゃんってなってから好きになりました。見た目ポンデリングも可愛くていいですね。ちびキングドラゴン、耳が垂れているからなのか、なんとなく他のドラゴンに比べると自信なさげな感じでちゃんと強いという。強さに関しては烈波向こうの存在がでかいですね。ちょこちょこ歩いてるのが愛くるしい。マキシマム、たまるたまる、もう強さが好き。魔剣士、ちっちゃいのに火力が高いこと高いこと。その強さが昔から好きだったけど、にゃんこ島46回の縛りでお世話になってからより一層好きになりましたね。雑技団、波動向こうで烈波が出せる。にゃんこ島30回ではまあお世話になりました。この落ちそうで落ちない雑技団の芸が可愛くて好き。ラーメン堂、天使だけならこれ出しておけば OK というレベルで無双でき、他の属性だろうがノックバック1を生かしてガンガン進んでいくという、その強さが昔から好きですね。今でもその強さに頼っている私がいます。特に好きなキャラ1体目はこのキャラでした。カメラマン、縛りでは特にお世話になっているカメラマン、その強さが好きですね。特に好きなキャラ20体という企画だったら入っていましたね。ボクサー、猫リベンジのレベルをずっと30にしていたくらい愛情がピタリと止まっていたキャラ。しかしガチャでボクサーが出るたびになんとなくそのモーションを真似していたら、気づけば愛着のあるキャラになっていました。そしてあれよあれよとまさかのアイコンになるほどに。今となっては私のチャンネルの顔ですね。枠が少ないのもあって特に好きなキャラ10体には惜しくも入れずって感じです。この衛兵、頭がでかくて好き。猫ブラックマ、クマの中でもブラックマが一番好きですね。にゃんこが中にすっぽり入っているのが可愛すぎる。猫バイソン、小さくて丸くて可愛い。猫ルカ、マグロ持ってるのが可愛すぎるだろう。で終わらず攻撃無効を生かしエイリアンにちゃんと活躍するという、性能面見た目どちらも好きですね。ライダーにゃんこ、ドラえもんばりの二頭身、テクテク歩いてるのが愛くるしい。カンカン、ほんと強いよね君は。金欠対策、火力、とにかくその性能面がたまらなく好きですね。でも惜しくも今回の10枠には入らず。極上、耐夜か耐久力ありすぎるだろの信頼感でめちゃくちゃ好き。他の属性にも意外と耐えるのも好き。火力があればもっと好き。タコツボ、耐雪、波動ストッパー、性能面も好きだけどなんかヌメヌメした動きも意外と好きかも。デリバリー、足が遅いけどその一発に全てを注ぐデリバリー。タイクロはもちろん他の属性でもちゃんとダメージを与えてくれる。波動が出た時は褒めてあげたいですね。これが足速かったら多分何とも思ってないんですけど、足が遅いのがまたいい味出してる。どっこいしょって感じでちゃんと強いのが好きですね。このキャラが特に好きなキャラ2番目にランクインです。漂流記、停止が強いんだよな、好きだわ。生き残りもいいんだよな、好きだわ。チャッソ、打たれ強く超ダメというロマンあるキャラ。今はそこまで珍しくないこの性能が昔ほんと惹かれたんですよね。強いのにノックバック1だからやられるときは一瞬で、そこら辺もなんか愛着湧くんですよね。洗脳暗黒、武器を自作しているというのがポイント高い。剣の上に鉄球っていう発想がもう可愛い。洗脳の島、強さも好きなんですけどなんか可愛いんですよね。
ゾンビが出たらついつい使いたくなっちゃうくらい好きですね。大狂乱のライオン。頭振りすぎ、足速すぎ。最初に手に入れた時の衝撃は忘れない。大狂乱の島。見た目ごつくてちゃんと強い。昔から好きですね。猫ウォッシュ。このフォルムよ。丸みを帯びた感じ、ちょこちょこ歩くその姿、そして泡がついているという、可愛すぎるだろ。あとちゃんと強いのもいい。アレン・オニール。この動き、そして何がそんなに面白くて笑っているのか。とにかく幸せそうなのがいい。小さいのもなんかいいんですよね。チビアスカ。足短すぎてたまらん。ネコモンド・ホンダ。このお相撲さんが対天使に体力35万もあるのがもういい。握りは何とも思わないのに、こっちのホンダはなぜか愛くるしい。クエスト。攻撃力低下？そんなんやっているより火力出した方が良くないか？という考えを覆したキャラ。こいつの攻撃力低下でマーバが安定すること。いろいろな属性に行けるのがとにかくいい。性能面で好きですね。前田。耐久力、火力。とにかく昔からお世話になっているキャラ。ディアと言わんばかりのこの攻撃モーションも好き。武田。デッカーバちゃんでお世話になったのが一番の思い出。余裕があれば超本能を解放したいくらい、その限定攻撃の暴力性が好き。今川。全く使ってこなかったキャラでしたが、攻撃モーションがメガロやんってなってからは一気に好きになりました。滅法強いというのも個人的にはポイントが高い。カリファー。エクセルの縛りをするまでは何とも思ってなかったキャラですが、その企画で使用してからは一気に好きになりました。強いだけでなく、このクールな感じがまたいい。ソドム兄さん。足が遅いだけでなく攻撃も遅いので、出しても結果歩いてるだけで終わるキャラ。手のかかる赤ん坊みたいでめちゃくちゃ愛くるしい。しかしそんな赤ん坊もやるときはやる。その爆発力がめちゃくちゃ好き。でも残念なことに、その爆発力が活かせるステージは数えるほどしかないのもまた愛くるしい。ソドム兄さんは当時古代種対策が全然進んでない環境下で、本能で対古代種が訪れてから好きですね。今となっては時代遅れになってしまいましたがね。それでも私の愛情は変わらず、このキャラが3枠目の好きなキャラです。ディオラムス。第3形態までは全くと言っていいほど興味のなかったキャラ。しかし第4形態になったことで着目するように。いざ使ってみたら相変わらず足が遅い。攻撃力は高くてもディオラムスじゃなくて全然いい場面ばかり。でも出しておけばまずやられないレベルでずっといるから頼もしい。ソドム同様手のかかる赤ん坊みたいなキャラですわ。このキャラが4枠目の好きなキャラです。ダライヤさん。ダリー。この攻撃モーションが何より好き。そしてどこからか急に出てくるというのも好き。射程の長さ、妨害、火力、体力。性能面も普通に好きですね。このキャラも足が遅く愛くるしいです。ダリーはもちろん好きなキャラで5枠目のキャラです。ピーチ。ヒュージゴマ初期。白身玉がいない環境下でほんとお世話になりました。今でこそあまり出番はないですが、このキャラの信頼度は高いままですね。停止が確定じゃないのでモヤモヤしたことは何度かありますが、それでも好きなキャラですね。ガメレオン。ハデスをゲットするまでは高体力で前線維持を良くしていたキャラ。最近は古代種とか混ざってきてあまり活躍の場が広がっていませんが、それでもニャンコ島44回では必ずと言っていいほど使ってました。重機を使うまではね。それでもこの高体力お化けは未だに好きは好きですね。小槌丸。こづいていくー。アキラ。超本能で一気に大化け。私の愛情も一気にそれで跳ね上がりましたね。もうね、強いのよ。強さが容易に実感できるほどに強いのよ。基本は悪魔にしか使いませんが、デッカーバちゃんとかでもかなり活躍できるし、信頼度はかなり高いですね。また攻撃当たらないことも多いんですけど、そのもどかしさもなんかいい意味でこちらの心を遊んでくるというか、当てた時の俺の火力見た、烈波も出せるんだぜみたいな堂々としている姿がなんともかっこよくて好きですね。好きなキャラ6枠目はこのキャラアキラでした。スペクトルキャット。
第4形態で花を咲かしたキャラ。正直このキャラの愛情はまだ少ないんですけど、これからどんどんめでていきます。時間が経てば間違いなくもっと好きになる予感がしますね。クレイジー。対象属性がいない時はずっとフガフガしているゴリラ。愛くるしいですね。このキャラの超本能を開けてどんだけ対白が楽になったことか。今回の企画が20枠だったら間違いなく入れてましたが、今回の10枠には惜しくも入れずでした。アクアブラスター。水が弾け飛ぶエフェクト。好きですね。意外にも少ない浮き天使に滅法強いという貴重性も好きですね。シャーって進む姿も好き。ジャック。なんといってもノックバック1でひたすら殴り合うその性能。しかもちゃんと強いという、この尖った性能、かなり好きですね。アマテラス。属性に超ダメ。しかも射程が長い。それだけでも強いのに生き残りやらバリアブレーカーやらゾンビキラーやらいろいろついてて、出せばもろもろ適当に倒してくれるでしょ感が強く、昔から変わらず好きですね。ガネーシャ。パイセン。攻撃力上昇した後の驚異の殲滅力、昔から好きですね。縛り企画だけでなく何度もこの一撃には救われました。範囲の広い圧倒的破壊力、ほんと好きですね。もちろんパイセンは好きなキャラで7枠目になります。ハデス。圧倒的体力、何度も何度もこのキャラに頼ってきました。特に縛り企画ではほんとお世話になっています。10枠には入れずですがめちゃくちゃ好きです。ハデスの耐久面、かなり信頼しています。ギガパルド。私のニャンコ史上一番衝撃を受けたキャラと言っても過言ではないです。ギガパルドはもともと愛情が止まったキャラで、本能もレベル3とか4とか、とにかく何年もずーっと途中で止まってたキャラなんです。それが第4形態になってから古代種に行ける、火力もちゃんとある、見違えるほどに強くなりました。そのギャップで一気に持ってかれましたね。今ではとりあえずギガパルド入れておけばみたいな感じで背中任せるほどに信頼しています。あとはあの大砲もいいんですよね。見るからに敵を倒しますよと言わんばかりで、見た目、性能、どちらも本当好きですね。これが8枠目のキャラになります。エア不安定。ガネーシャみたいに中射程プラス遠方範囲がもともと好きだったんですけど、その流れでこのキャラも好きになりました。ときっかけはそんな感じ。性能面は確かに低いですが、私はエア不安定の攻撃モーションが特に好きなんで、正直性能面はあんまり気にしてないですね。ヒュージハーミット。ガリ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 が好き。ホンダサイクロンでたくさん笑わせていただきました。バイソン、バイシー。殴る気満々なのに対象がいない時の哀愁さが愛おしい。対象いた時のやってやる感が前面に出てて好きですね。ヒメイリ。3連攻撃というのが割と好きな方ではあるんですけど、それがもともと好きになったきっかけだったような気がしています。浮き、天使っていう珍しいのも好きですけどね。ステージに出すことよりもコンボ要員の方が多くなってしまったな。ルリー姉さん。にゃんこ堂50回の勝率 95% という動画で実はこのキャラも試しに使っていました。それが2020年の話なので、そこから好きでしたね。単体3連攻撃という少し変わっているのも割とお気に入りですね。ファビュラス。ロマンある烈火、それに尽きる。ノビラ。ほにょほにょしている口が好き。チビバル。小さいながらパワフルな性能なのに、バルキリー自体はなかなか控えめな表情を出してくる。このギャップが好きですね。パイパイ。ドッセーが好き。エマ。ずっと生きてるんだもんこのキャラで、ずっと攻撃してんだもんこのキャラで、ずっと笑ってんだもんこのキャラ。そりゃ好きになるわ。ゲットしてから日が浅いのに縛り企画で大活躍してから一気に好きになりました。これからもめでていきたいなと思います。これが9枠目のキャラです。女王。攻撃当たらないことも多々あるんだけど、ずっと後ろに置いておける安心感。たまに当たるだけでもう十分と思えてしまうのはこのキャラが女王だから。これが国王だったらはよ当てろよと思ってしまう。なんか可愛いんですよねこのキャラ。黒顔。あなたのおかげで今のにゃんこがあります。
大狂乱のライオン、にゃんこ党30回、40回、50回。このキャラがいなかったら勝てていません。大狂乱のライオンに勝てずアンインストールするか悩んでたところにガチャで降臨。すべて解決してしまいました。あの出来事は忘れません。ありがとう黒顔。黒御霊。当時まだ駐射艇プラス遠方キャラが少ない時代。このキャラには本当お世話になりました。白以外にも普通に使っていたし、対白に関しては最強レベルで強い。昨今は呪いとか烈波とか厳しいですけど、それでも愛情は変わらないですね。白ダル。属性に超ダメ。遠方範囲。こんなロマンあるキャラ、そりゃ好きになりますよね。体力とか射程とかいろいろ厳しいのはありますが、それでもこのキャラのポテンシャルはちゃんとあるんですよね。この環境下で初ゲットだったら何とも思わないですけど、昔にゲットしてるからこそ愛着がありますね。すぐやられちゃうところも全然許せるくらい好きです。白ガル。私の中ではギガガガで一気に株が上がったキャラ。適当に出しておけばはい無双。そのレベルで強い。でゾンビキラーもできますよと。ほんとギガガガではお世話になりました。呪いや烈波こそきついですけど、それ以外なら大体活躍できるその強みが手に入れてからずっと好きなんですよね。黒ガル。最近の環境では厳しいものの、対白しかいないならマジで強い。その強さが本当に好き。攻撃力上昇してからワクワクするんですけど、気づいたら生き残り状態になってるまでがワンセット。それすらも愛くるしいですね。白伊豆。とにかく可愛い。歩き方、表情、攻撃モーション、どれをとってもいい。前にも出てますが、3連攻撃というのも個人的にはポイントが高い。白伊豆でこんなに好きなら黒伊豆も絶対好きだろうと思う。しかし黒伊豆が私の手元に来るのはいつになることやら。さてこの白伊豆、これが10枠目のキャラクターになります。この10体が特に好きなキャラです。とここで終わってもいいのですが、もう1体だけ伝説に残っているので紹介させてください。レジェラン。このキャラを使ってランキングの間 1% 出した時はめちゃくちゃ熱かった。世間の評価はもちろん知ってますが、私の中では意外と使える好きなキャラです。さてこれで全キャラの紹介は終わります。強いから好き、見た目が良くて好き、思い入れがあって好き、いろいろな好きをご紹介しました。今回紹介して思ったのは、可愛いから好きというのは多いものの、かっこいいから好きが全然なかったこと。おそらくアキラだけだったような気がします。こういう企画をやったからこそ気づいた点でしたね。あとはニャンマとかラスボス、黒キャスとか抜けて強キャラたちが全然好きではなかった点。強いキャラよりも少し手のかかるようなキャラの方が好きみたいですね。ソドムとかデューラムスとか。あと足遅い系も多かったですね。真田や斉藤さんとか全然入っていませんでしたね。足速いのはせいぜいホンダとか大狂乱のライオンくらいな気がします。ちなみに皆さんは数あるキャラから好きなキャラを10体選ぶとしたら誰を選びますか？もしよかったら選んでみてほしいですね。私のように自分でも気づいていない意外な共通点が見えてくるかもしれません。それと今回この企画をやりたかったのは、ティア表のように強さを軸とする企画、縛りなどのステージで遊ぶ企画、それらもいいんですけど、やっぱり本質はゲーム愛やキャラ愛、そこを忘れてはいけないな、そこって大事なんだよなというのを振り返りたかったからです。新キャラ出たら性能は、このキャラ強いの？弱いの？それらも大事ですが、この動画を通して今一度強さだけではないにゃんこのキャラクターの魅力を見つめ直すきっかけになったらなと思っております。たまにはね、こういうゆったりした企画もいいですよね。ではそろそろ動画も終わります。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ポチッとよろしくお願いいたします。では終わります。バイバイ。